万人の記念にインスタグラムのストーリーで質問を募集させていただきました。なので今日はいろんなアイテムも用意したので ASMR をしながらささやき雑談質問コーナーをお届けしていきます。それでは今日も一日お疲れ様でした。今夜もあなたがいい夢を見られますように。スタート。それでは早速皆様からいただいた質問にお答えしていきます。ブラシの音、好きなおにぎりの具は何ですか？紅鮭とあとからし明太子です。親は YouTube 活動を応援してくれてますか？してくれてます。すごいパパもママもおじいちゃんとおばあちゃんがいるんですけど、いつも応援してくれてる。私の動画も見てくれてます。1分 ASMR が好きみたいで、おばあちゃんとかおじいちゃんがスマホ持ってないんですけど、パパとかママがおばあちゃんとおじいちゃんにいつも私の1分 ASMR を見せてます。好きな ASMR のジャンルは何ですか？私はロールプレイが好きです。よく見るのは鳥がこういうブラシだったりとか、さっきのピエンボールとか、なんかこういういろんなアイテムが登場するような動画が見てて楽しいしゾクゾクしますね。それとかあとマッサージ系の動画が好きで、美容院とかでシャンプーとか肩とかヘッドマッサージとかしてもらってるような動画、あれすごい見てるだけでなんか自分がされてるような感覚になってゾクゾクします。最近嬉しかったことはゲームセンターこの間ちょっとだけ立ち寄ったんですけど、モンスターエナジードリンクをこういうマシンでウィーンって落とすのがあって、それをね男子高校生の3人かながすっごくたくさんゲットしてたんですよ。で袋パンパンになってて、この子たち上手だなって、私モンスター大好きなんでいいなって思いながら、すごいとか言いながら見てたら、男子高校生の子がすごい笑顔でそのモンスターをね私にこうよかったらもらってくださいって渡してくれたんですよ。あんな風にいただいたの初めてだし、モンスター大好きだからすごい嬉しかったです。天井が垢抜けるために一番気をつけたことは何ですか？天井は安定の足です。ありがとう。垢抜けてるのかわからないんだけど、なんかもうやれる美容は全部やってるって感じです。肌とか髪の毛とかなんか傷んでたり荒れてたりすると、なんかそれだけで垢抜けないような気がするんで、スキンケアとかは気をつけてます。あとはなんか前まで店長が JK だった時代は前髪が重いのとかやってたから、そういう髪型だったんだけど、今ってなんかちょっとこう薄い前髪が流行ってるじゃないですか。だからなんかこう前髪をシースルーにするだけで結構変わる気がする。あとはまつげ、これまつげ見えるかな、こうまつげをいつもパリジェンヌっていうまつげパーマをしていて、こうまつげがギュンって上がってます。こういうまつげパーマだったりとか、あと眉毛サロンとか、眉毛サロン行くとだいたい5000円くらいなんですけど、眉毛の形をすごい綺麗にね整えてくれるんですよ。眉毛の整え方とか教えてくれたり、
回行っちゃえばサロンの方がやってくれたように自分もセットすればいいだけだから行ってよかったなって思いますし、3ヶ月に1回ぐらい通うようにしてます。そんな感じで眉毛、まつげ、お肌と、あとなんだっけ、髪の毛とかに気を使ってるかな。ミニちゃんの今一番好きなトリガーは何ですか？前まではゴム手袋が好きだったんですけど、最近はやっぱり手から出る音が好きで、ハンドクリームを塗る音とか好きですね。最近使ってるハンドクリーム、イソップのハンドクリーム、こうやってこれすごいいい匂いです。落ち着く。こういう音にこうトク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 ペタ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 とかオノマトペもあるの好きです。すごい手の音いいですよね。ゾクゾクする。なんか聞いてて癒される自分で。次はこのブラシのハケの音。ハケ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 。これすごい音。ASMR 動画を撮るときに気をつけてることは何かありますか？ベニオ店長大好き。ありがとう。いろいろあるんだけど、例えば空調つけてると音が入っちゃうので空調切ったり、あと撮影するときに家族にこれから撮影するからちょっと静かに生活してっていうのを伝えてます。いつも協力させてしまって申し訳ないんですけど、冷蔵庫の氷を出すときとかガシャガシャガシャってうるさいから気をつけるようにお願いしています。あとは何だろう、音を出すときとかに同じ音ばっかりにならないようにっていうのを気をつけてます。イヤホンをしてる方は分かると思うんですけど、こうなんか右に行ったり左に行ったり右に行ったりとか、なんか聞いてて飽きないような音を出すようにしています。たまにこうタッピングしたりとか、そんな感じかな。ベニオちゃんのマイブームは最近料理をするようになって、いつもコンビニとかスーパーとかスーパーシュポシュポのご飯を食べていたんですけど、あと出前館とかウーバーイーツとかで頼んでたんだけど、最近なんか料理楽しいなっていうのに気づいて、リュウジさんっていう美味しいご飯をねいっぱい紹介してくれる料理研究家の方がいらっしゃるんですけど、その方のレシピを見ながら料理するのが楽しい。もうリュウジさんが紹介していた麻薬卵っていう、麻薬って言っても本当に麻薬が入ってるわけではなくて、それぐらい中毒性があるよみたいな韓国の料理なんですけど、すごい美味しかったです。ちょっといろんな
料理作りたいなって思ってます最近。一番楽しかった撮影は何ですか？この間撮影したしなこちゃんとのコラボ動画、初めて ASMR 配信者様に会って一緒に動画を撮らせていただいたんですけど、それがすっごく楽しかったです。なんかいつも一人でこうやってカメラに向かって話して、別にそれがつまんないって思ったことはないんだけど、誰かと撮るとこんなに楽しいんだって初めて思いました。すごい楽しかった。なんか一緒にいい作品撮ろうねみたいな感じで、しなこちゃんは動画に対してこういうこだわりがあるんだみたいなのを知れて、なんか自分的にすごいモチベーションが上がりました。でその後にいろんな方と一緒に ASMR する動画も面白いなって思って、りんちゃんの親友ちゃんたちにお願いして一緒にディズニーホテルで撮影してもらった動画があるんですけど、それもすっごく楽しかったです。ホテルにあるものを使って ASMR をするんですけど、楽しかったな。これからもベニオ店長一人じゃなくて誰かと一緒に動画撮っていけたらいいな。ワンワン本店、ベニオ店長が今まで撮ってきた中で特に好きだなって思う動画はありますか？さっき言ったしなこちゃんとの動画と、友達と撮った動画がすごい個人的にお気に入りで、なんか自分の ASMR でゾクゾクすることって本当に全くないんですよ。ゾクゾクしやすい脳みそを持ってるんですけど、しなこちゃんとか友達の出す ASMR を聞いて編集しながらも撮影しながらもすっごくゾクゾクしたので、自分じゃない方がやってる ASMR がすごい心地いいから好きです。その2つが自分が一番落ち着ける場所はベッドの上ベッドの上でボロボロしながら ASMR 見たりゲームしたりしてます。店長のゼルダの進み具合はどのくらいですか？店長今スイッチのゲームのブレスオブザワイルドっていうゲームにすっごくハマっていて、それで結構 SNS でね載せたりしてるんですけど、真珠4体開放してこれからラスボスのガノンに挑みに行くよっていうところで結構進みました。60時間ぐらいプレイしてます。ベニーちゃんお久しぶりです。スクショタイムとベニーちゃんオリジナルポーズ考えてほしい。スクショタイム、じゃあスクショタイムします。オリジナルポーズ、オリジナルこういうのとかどうですか？ベニオン店長の P マイクについてなんですけど、 3D 用マイクはオイルなどを塗った後どうやってきれいにしていますか？耳型マイクべちょべちょにしてるんだけど、そういう時はティッシュで念入りに拭きますね。案外きれいになります。いつも見てます。大好
うございます。ありがとう。プラスチックの動画が大好き。制作時間はどれくらいでしたか？プラスチックってなんかこういう顔がプラスチックになってるよっていう動画なんですけど、まず映像を撮って、映像に合わせて音をね、プラスチックの音を立っていくんですけど、その録音が8分の動画なんですけど、7時間かかりました。こういう動画の撮影自体は多分1時間とちょっとぐらいだったんですけど、そう音を合わせるのが本当に大変。あとその鼻とか目とかに合う音を探すのが大変でした。今度初めて東京に行くんですが、おすすめの観光スポットがあったら教えてください。東京初めてどこだろうな。天井のスカイツリーができた頃よく見てました。スカイツリーいろいろ東京の名物のものが売ってたり、レストランもあったりして、スカイツリー行くだけで結構何でもできちゃうからすごい楽しいです。あと東京を見渡せるし、それでスカイツリーに行ったら浅草がすぐ近くにあるから、浅草に行って食べ歩きしたり神社に行ったりしたら楽しいと思います。あとは原宿とか表参道とかその辺りも楽しいと思います。原宿の竹下通りとかは楽しいお店とか食べ歩きフードとかもたくさんあるから楽しめると思います。私なこちゃんもね、原宿にお店を地震だ。待って、怖い、やばいやばいやばい。大丈夫かな。大きくならなくてよかった。みんなも気をつけてね。最近本当に地震が多いから災害対策グッズとかね、しっかり用意しましょう。びっくりした。そう、原宿に行ったらしなこちゃんもいるので、しなこちゃんに会ってベビータッピしてクレープとか食べたり、ベニオ店長は撮影時以外の時もあらゆるもので音を鳴らしたりしますか？ちなみに私はしちゃいます。スマホ見てる時とかこういう風にタッピングしたりしちゃう。しかもスマホっていい音するんですよね。これをこうやってなんかどこでもタッピングしちゃう。あとやっぱりいい音を探すためになんかいろんなものでこれどんな音がするかなって研究したりしてますどこかであったら話しかけてもいいですか？ぜひぜひ話しかけてください。この間ディズニーランドに遊びに行った時にレストランの中で手振ってくれてる子がいて、もしかして視聴者さんですかって近づいて、そうです、いつも見てますって言ってくれて、それがすごい嬉しかったんですよ。初めて
した。マッサージロールプレイの動画なんですけど、あの動画がすごい個人的に気に入っちゃって、あれすごい愛用してました。自分で自分になんかマッサージしてもらって、なんかすごいなんかちょっと変な感じなんですけど、私の脳みそも結構調教されてきたみたいです。 ASMR 敏感になってきました。毎日 ASMR 聞かせてもらってます。ありがとうございます。 ASMR を撮影するとき失敗したことってありますか？結構あるな。結構ありますね。一番悲しかったのが1時間ぐらい撮影していたんですけど、ロールプレイだったかな、マイクを見たら録音できてないってマイクついてないのに一人でずっとマイクに話しかけていて、すごいあの時ショックだったな。メイドさんロールプレイの時だ。初期の動画なんですけど、あの時はまだ ASMR 撮影に慣れていなかったから、でもロールプレイだったから2回目の方がセリフも覚えてすんなり撮影できました。 ASMR に目覚めたきっかけを教えてほしいです。これは多分前の質問コーナーの時にお話ししたと思うんですけど、 ASMR ってなんだろうと思った時に Google で検索して、そしたら上の方に出てきた記事にラフィー・ダフィーさんっていう海外のアズマアーティストさんの動画がおすすめで出てきて、じゃあ試しに聞いてみようって聞いた時にめちゃめちゃ ASMR を感じたんですよ。なんだこの不思議な感覚ってなって、脳みそもゾクゾクしてなんか眠くなってきて、すごい感動しました。その時にすごい、ASMR ってすごいって。でそこから毎晩夢中になって ASMR を聞くようになりました。ちょっとさっきもお話ししたと思うんですけど、その時にラフィー・ダフィーさんが使ってたのがこの時計ミニクッション。これをこうタッピングする、こんな感じでタッピングする動画だったんですけど、これ最初何なのか分からなくて、動画で見た時何のアイテムだろうみたいな感じでその動画にコメントをしたんですよね。これ何のアイテムですかみたいな。そしたら親切な日本人の方が教えてくれて、それでこれが時計用クッションだって知りました。だからこの時計用ミニクッションが店長が ASMR に目覚めたきっかけの動画です。これすごいいいやつですよね。大好き。この顔できる店長のお気に入りのピエンボール。1回の撮影でかかる時間が知りたいです。まずメイクとヘアセットに1時間ぐらいかかって、ロールプレイだったら台本とかも事前に作っているから、台本はだいたい2時間とか3時間ぐらいで、撮影時間は長くて2時間、短くて1時間ぐらい。それから編集がだいたいどれくらいだろう、2時間3時間4時間ぐらい。こだわってる動画だと多分6時間7時間とかかかっちゃうんですけど、それとあと字幕がすごい大変で、字幕の作業が3時間ぐらいか、多分平均で15時間とか20時間いかないかな、それぐらいかかってます。ギャルピースしてほしい。 ASMR をするときに必要なものは何ですか？マイクとカメラとライト、あとなんか人気のトリガーとかいい音がするアイテムとか。最近ちょっといいカメラを買って画質が良くなったけど、私は最初の頃 iPhone でずっと撮影していたので、全然 iPhone とかでも撮影ができるから、今度なんか撮影方法とか紹介したいな。みんなの ASMR も聞きたい。店長は本当に
どうやって考えていますか？いい音だなと思ったら動画撮ってる感じ。ネタ帳を作っているから、ふと思いついたアイデアとか、これいい音っていうのを思いついたらすぐに書くようにしていて、すぐに書かないと本当に忘れちゃうんですよ。眠いから明日書こうって思ってアイデアを書いておかないと、起きた時本当に忘れてるんですよ。それで後悔したことが何回もあったから、もうどんなに眠くてもこれだと思ったらすぐに書くようにしています。どうやって思いついてるんだろう。自分が興味があるようなものとかみんなも見たいかなって思って作ったりしています。これすごいいい音。撮影の時のマル秘秘密を教えてほしいです。秘密じゃなくなっちゃう。秘密。いつも撮影する時上だけちゃんと着てるんだけど、下がいつも適当。こんな感じ。部屋着、自由で買ったパジャマを着ています。バレちゃった。これみんなに内緒ですよ。コロナが収束したらまず何をしたい？趣味だった海外旅行にすぐに行きたいですね。大好きな台湾の食べ歩きできる屋台がたくさん並んでる夜市っていうところがあるんですけど、好きだったお店とか美味しかったお店とかどんどん閉店してて、コロナが終わってもすぐにはお店とかやってないと思うんですけど、もっともっと落ち着いたら海外旅行も行きたいです。 ASMR 屋さんならではの職業病はありますか？何でもタッピングしたくなるとか。そうですね、何でもタッピングしたくなるのはもちろんなんですけど、それこういう動画で使ったら面白そうとかなんか言っちゃうんですよね。こういう企画で使ったら面白いかなみたいな発想とか、すぐなんか動画のアイデアに従るって癖がついちゃいました。例えばなんかここのドーナツがすごい美味しいんだよとかいう話の時に、じゃあそれ動画で食べたら面白いかなとか、これはまあでもあれですね、 ASMR 屋さんならではというより YouTuber ならではっていう感じなのかな。あとはなんか自分の耳を触ったり ASMR アイテムを押し付けたりするっていう、なんか変態みたいなことをね一人でしてます初期からずーっと見てます。ありがとう、嬉しい。またチェキ販売してほしい。またチェキも販売しようと思ってます。次は6月6日が ASMR 屋さんの20年記念記念なんですけど、その時に
さんオリジナルグッズや店長書き下ろし LINE スタンプも販売中です。興味がある方は概要欄からぜひチェックしてみてね。今日も一日お疲れ様でした。